こんにちは、高弘です。今日は奈良に行きます。JR 奈良駅です。大阪天王寺から電車で35分。意外と近いです。奈良駅にあるとある建築物を撮るのが目的です。はい、ということで奈良駅までやってきました。 JR 奈良駅です。奈良駅の今西口に来てます。西口っていうのはどういうところかというと、こんな感じで、大好物のペデストリアンデッキがぐるっと一周してます。しかし人少ないです。JR なんで近鉄がね、奈良っていうのは栄えてるところなんですけど、 JR の奈良駅、しかも西口っていうとちょっとどっちかというと静かな場所ですね。でもなんて言うんでしょう、こういうところのこのマンションとかホテルとか結構綺麗ですよね。ペデストリアンデッキを数分歩いていくと見えてきます。奈良100年会館です。建築家の磯崎新氏が設計した建物で、普段はコンサートとかに使われていることが多いみたいです。どうですかこれ。めちゃくちゃおしゃれな建物ですよね。建築好きな僕ですが、大阪や神戸へばかり見ていて、奈良は正直ノーマークでした。有名な磯崎新氏の建築という割に、そこまで知名度は高くないような気がします。この日は平日ということもあってか、人が少なかったです。これも重要な条件の一つ。人が多いと写真を撮るのにじっくり撮れないので、人が少ない方が条件的には好ましいかなと思います。もう一つ重要な条件として、建物前に広いスペースがあり、他の建築物と離れているという点です。広いスペースがあることで建物が一つ独立しているんですよね。そのため建物全体をきれいに画角に入れて撮ることができます。日本の建築物はどうしても他の建築と被ってしまうということが多いです。あと敷地内に木が植わっていて、それが邪魔してしまうというパターンも多いです。奈良100年会館はそうした条件を見事にクリアしています。しかも JR 奈良駅から徒歩5分という最高の立地にあるのが素晴らしい点です。さて、能書きはこのくらいにして実践に入りましょう。動画ではちょうどいろいろ構造を探っているところ、まずは階段途中からこの階段と建物を入れて撮りました。次は階段を降りてこの辺でももう一枚。最後は館内でも少しだけ撮りました。ちょうどこの日はイベントがあったみたいで、人物が入る撮影はご遠慮くださいとのことでしたので、人がいないタイミングでさっと1枚撮っただけです。この館内もすごく良かったのですが、自由に歩き回れる感じではなかったです。なので館内でベストショットを決めるのは条件的に難しいでしょう。ちょっと残念なところです。ということで、この日のベストは2枚目のこれです。今お見せしているのは軽くトリミングした状態で、これから本格的なレタッチに入ります。見てわかるようにだいぶアンダーで撮ってます。普通カメラが言うところの適正露出はこれぐらいでしょうか。動画で見た明るさもこんな感じでした。そこから2段ぐらいアンダーにして撮っています。まずはここから全体をモノクロに変換してみましょう。編集には Photoshop を使用しています。モノクロにするときはレイヤーの新規調整レイヤー、白黒を選びモノクロ化します。モノクロにした後でもうちょっとだけ暗くしてもいいかなと思いました。暗くするときはこのレイヤーを上残に、でやりすぎたので不透明度を下げて 28% くらいにしておきます。これがビフォー、これがアフター。ちょっとだけ暗くなりました。次は空の置き換えです。
よく見るとこの辺にちょっと雲が見えていて変に目を引きます。こういう時は僕はもう全部空を置き換えてしまうということが多いです。以前も動画にしたので今回は詳細な説明は省きます。もし知りたい人は概要欄に該当する動画の URL を貼っておくのでそれを参考にしてみてください。はい、これで OK です。ビフォー、アフター。空を白から黒へのグラデーションへと置き換えてみました。空が澄んだら次は地面です。地面もよく見るとところどころ擦れていてあまり綺麗じゃないところがあります。こういうところですね。モノクロの場合、明暗さをなくしてやればこういった部分は目立たなくなります。これも作業内容は動画で見てもらうだけに留めておきます。僕のチャンネルの視聴者さんはこういったところではそこまで興味がないという人が多いみたいです。はい、これで地面のレタッチが終了しました。次は主題である建物のファサード部分ですね。少しだけハイライトを足す作業を行いました。これがビフォー、これがアフターです。はい、これで編集は終わり、完成形になります。細かい作業よりも考え方だけ知りたいという人の方が多いと思うので、ところどころをはしょりながら説明してみました。とにかくこの見せたいところはファサードのこの辺りの光のグラデーションです。で、ここは全くいじらず、その主題を邪魔するようなものを目立たなくするように編集しました。空とか地面とか。結果はこのようなダークなトーンが映える写真になりました。こういう写真はどこでも撮れるというわけではありません。やはり素晴らしい建築というのがまず大前提として挙げられます。そして次がその周りの環境ですね。建物の周りに広いスペースがあるということ。木や看板、電線などが邪魔しないということも結構大きい要因になります。建築自体が持つ美しさと写真による表現でここまでいけるんだということが分かってもらえたのではないでしょうか。ちなみにカメラはソニーの α6500、レンズはラオア 9mm F2.8 を使用しています。何か知りたいことがあればコメント欄で気軽に聞いてください。それではまた。